どうも、ワンピースの謎を解く仮面 YouTuber、ゆでてあんものゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回考えたいのは、古代兵器、プルトンとウラヌスです。僕の動画を見ていただいている人なら、お気づきのように、僕はこれまで、ルルシア王国を滅ぼした謎の兵器を、ウラヌスと言ったり、プルトンと言ったり、揺れまくっています。そこで今回は謎の兵器の答えを一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。ただし最新話を読んでいない人は多いネタバレを含む内容です。よろしいでしょうか？行きましょう。ルルシア王国を滅ぼした謎の兵器の正体は何でしょうか？まずウラヌスとはギリシャ神話の天の神の名前。その語源は星散りばめたる、全身に銀河を散りばめた宇宙の神だとも言う。これは五老星が太陽系の惑星のイメージでしたから、それを束ねているイム様と重なる。さらにウラヌスはその語源をたどっていくと、夜や雨や霧にもつながってくると言います。2年前、こちらの動画ではイム様の存在は雨や霧の神であると考えました。ちなみにこれは太陽の神ニカの話の前にです。するとウラヌスとはイム様そのもの。いや、そうではなく、もう少し考えましょう。問題はルルシア王国を滅ぼした謎の兵器はウラヌスなのかプルトンなのかです。ここを考えなくてはいけませんが、しかし兵器はどちらでも読み取れます。謎の兵器の攻撃は雲から放たれた雨のようでした。それは1060話の動画でもそのように考えました。こちらです。真っ黒な分厚い雲からルルシア王国に降り注ぐレーザービームのダウン。16発のビームの雨が降り注ぐ。島一つを跡形もなく消し飛ばす真のバスターコール。これが神の名を持つ古代兵器プルトン、もしくはウラヌス。しかし島一つを吹き飛ばす兵器といえばクロコダイル曰くプルトンのはずです。一方で3年前、こちらの動画ではプルトンは2つあるとも考えました。それはプルトンの設計図をめぐって戦ったウォーターセブンの海列車のようにです。海列車にもロケットマンという2代目の海列車がありました。またソドムとゴモラの双子のキングブルもいました。キウイとモズという双子もいました。プルトンとは冥府の神の名前です。そこから悪魔、獣の数字666、666話の雪男の兄弟のようにプルトンは2つあるとも考えました。これらの謎と理論を全て考えていくと、つまりプルトンイコールウラヌス、ウラヌスイコールプルトン、プルトンとウラヌスはほぼ同じ設計図か、名前が違うだけの双子の可能性です。それこそが総流図再び。こちらの動画ではさらにプルトンまたはウラヌスとは竜の悪魔の実を食べた戦艦だと考えました。なぜならパンカーザードでは竜が作られ、そして2匹いました。大型の竜と小型の竜です。パンカーザードの竜が登場した656話の扉絵は海列車2号線パッピングアイスの完成。その次の657話では美食の町のお金持ちが2つの船を購入している。双子とは別名掃除。掃除とは掃除。610話でビビが掃除しているお風呂には2匹の竜、掃除の竜がいました。このビビの扉絵からイム様とビビの顔は双子のような瓜二つだとも過去に考えましたが、双子のような瓜二つだったのはおそらくビビとリリーだったのでしょう。しかしこの扉絵はそれだけではない。2匹の竜、掃除の竜は古代兵器プルトンとウラヌスを表す。それこそが掃除です。さらに掃除といえばイム様が初めて登場した906話の扉絵のオーロンブスとコロンブス。2人は掃除をチェックしている。大と小。パンカーザードの竜も大と小。そして双子といえばやはりローラとシフォン。この2人の扉絵連載はプルトンがあるワノ国。ローラとシフォンの双子の話は古代兵器が双子だったことを表しているのか。さらに38巻の表紙は3つの古代兵器を表しているのか。中央の魚人の心は古代兵器ポセイドンを表し、両脇のソドムとゴモラはプルトンとウラヌスを表している。そして鎖をちぎっているルフィは鎖国されたワノ国から古代兵器プルトンが飛び出すイメージでしょうか。
まとめると、プルトンとウラヌスは双子の可能性、同じ設計図の戦艦なのかもしれません。次に、ワノ国のプルトンをもう少し深く考えましょう。ワノ国に眠る古代兵器プルトン、光月すき焼き曰く、ワノ国の壁を破壊することで古代兵器プルトンが現れるという。この時、五老星はズニーシャが去ったことから開国はまだしないと判断していましたから、ワノ国の壁を破壊するのはズニーシャなのでしょう。そのイメージはインドの先祖であり、ズニーシャはプルトンと一緒に戦うと思われます。さらにこのズニーシャはエニエスロビーに登場した悪魔の実を食べた剣、造剣ファンクフリードとも印象的に繋がってるでしょう。ファンクフリードを所有していたスパンダムはプルトンの設計図を狙っていました。そんなプルトンの設計図はフランキーの頭の中にあります。こちらの動画ではフランキーとベガパンクは1061話の語呂合わせ通り同類だと考えました。フランキーの頭の中にはプルトンの設計図、ベガパンクの頭の中にはポーネグリフがある。そのベガパンクは謎の兵器の動力、マザーフレームを作ったのでしょう。そのマザーフレームとはベガパンクが夢見た消えない炎のことだと思われます。そんな消えない炎とはこちらの動画でエースが持っていたメラメラの実の血統因子から作れるはずだと考えました。もしもそうであれば、ワノ国のプルトンも動力が必要。つまり、マザーフレームが必要。つまり、メラメラの実の血統因子が必要。それをベガパンクが作る。そうすれば、ワノ国のプルトンにはヤマトが乗る。エースの炎とヤマトが融合。激アツな展開になるからです。ヤマトとプルトンの関係は1年前、このように考えました。こちらです。ワノ国には古代兵器、戦艦プルトンが眠っています。このことから戦艦プルトンは桃之助とヤマトと共に大きな麦わらの一味の旗を掲げて最終決戦に現れることが予想されます。ちなみにヤマトの身長は263センチメートルですが、大日本帝国の世界最大級の戦艦ヤマトの全長は263メートル。ヤマトと戦艦ヤマトは初めから関連付けられているようです。もしかすると扉絵連載でヤマト万有記が描かれ、そこでは月へ行って壁画を見たゴッドエネルのように、ヤマトは水中都市で古代兵器プルトンの謎に迫るかもしれません。なぜならゴッドエネルは我は雷、そして大口の真神である狼のヤマトは我は狼なり、そして狼なり。ヤマトが登場したのは983話雷鳴。エネルとヤマトは繋がっている。そしていつの日かヤマトはエネルが乗っていた箱舟マクシムのような空飛ぶ戦艦古代兵器プルトンと共に最終決戦に現れる。そんなヤマトのデザインはこちらの動画でカプコンの人気ゲーム狼に似ていると考えましたが、狼、ヤマト、月、箱舟、水中都市、ワノ国、これらの要素と人気ゲーム狼に登場する箱舟ヤマトは合致しています。その狼に登場する箱舟ヤマトとは、遥か昔月の技術によって造船された妖怪を運ぶための貨物船でしたが、牛若の手によって月から地上へと持ち込まれました。しかしその後、箱舟ヤマトはラオチコへ墜落して、その湖は永久凍土に閉ざされてしまうという設定の船でした。この設定はまるでエネルが見ていた月の壁画のようであり、ここまで考えてきた水中都市旧ワノ国に眠る空飛ぶ戦艦古代兵器プルトンのイメージに合致しています。人気ゲーム狼の箱舟ヤマトは凍結された船でした。するともしかしたらプルトンもワノ国の地下で凍結されている。それはまるで魔人オーズのように。仮にもしもそうであれば、なぜプルトンは凍結しているのか。それは生き物だから。竜の悪魔の実を食べた戦艦がプルトンなら、それは生き物です。ワノ国が黄金の国と言われた400年前、ワノ国は竜に襲われて、下月竜馬が倒した伝説もありました。竜 VS 竜馬。これもいわば400年前の総竜図です。そしてカイドウと桃之助は現代の総竜図。ならば、800年前にも総竜図があったはずです。それこそがプルトンとウラヌスの戦いでしょうか。
ちなみに、ワノ国と同じく黄金鏡シャンドラの地形も、いわば総流図です。アラバスタの風呂にも総流。リトルガーデンにも総流。ワンピースには総流の伏線がある。はい。そういうことです。それでは次に、プルトン、いや、ウラヌスはどんな形でしょうか？古代兵器の形は半年前、このように考えました。こちらです。ベガパンクの島、エッグヘッドは、天候を操れるナミのウェザーエッグのイメージがあると考えました。そして、ウェザーエッグといえば、伝説の空島、ウェザリアでしょう。ウェザリアの住民は、五老星のイメージか。ここで、短期集中連載、ナミのウェザーリポートに注目しましょう。ここでは、天候で商売をするハレダスの後ろの船に注目です。空中に浮かぶ船に我々は見覚えがある。ハレダスが乗ってきた浮遊する船に似ているもの。それは月の壁画。ワノ国の空船のように中央で燃える炎はバーナーのような役割を果たし、気球のように浮くのか。その浮力によって戦艦を浮かせている。そう、月の壁画の緑の船と風船と光の玉の3つはバラバラじゃない。その3つは1つにつながり、空を飛べる古代兵器ウラヌスを表している可能性。そんなハレダスの出身はビブルカードによると空島ビルカです。空島ビルカとはゴッドエネルが滅ぼした島であり、月の都市の名前もビルカです。つまりウェザリアは古代兵器ウラヌスのヒントとなり得る。このナミのウェザーリポートは短期集中連載第16弾イムです。月の壁画の気球船やワノ国の空船、そして555話の扉へのウェザリアの船が古代兵器の形っぽいと考えました。そこで燃えているのがマザーフレーム。この形は1065話でベガバンク3エディソンが紙に書いていたものに似ています。そのエディソンが書いているものはダヴィンチの発明品でしょうか。これは1489年に描かれた空気スクリューといい、現代のヘリコプターに似たアイデアであり、その発想はまさに500年先を行く天才的発想です。これらを全て考えていくと、古代兵器の形とは、まず動力にはベガパンクの消えない炎、マザーフレームが使われていて、その炎とは原子力、電気を生み出す。そしてダヴィンチの空気スクリューも付けられている。つまりそれって結局ほとんど箱舟マクシム。この箱舟マクシムのような戦艦が竜の悪魔の実を食べている。それがプルトンと同じ設計図ウラヌス。そしてプルトンが小型の竜でウラヌスが大型の竜なのか、そんな風に考えています。以上です。皆さんはどう思いましたか？ご意見や考察してほしいなどがあればコメント欄までよろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。